皆さんどうもこんにちは。青とことブルートンです。どうもー。はい。先日ね、桃色クローバー Z の、アーリンこと佐々木彩香さんが、主催する、あやカーニバルというね、イベントに参加してきたので、今日はちょっとそのレポをしていこうと思います。自分はね、ジュース目当てで行ったので、ハロータ目線のレポになってくると思うので、そこはご了承ください。まあね、2019年から開催されるイベントで、まあね、アーリンが主催ということで、ワックとかね、遊びシステムとか、まあそれからハロプロのね、アイドルということで、結構今をときめく、まあね、様々なアイドルが、事務所の枠を超えて、垣根を超えて、一堂に会するというね、かなり貴重なイベントになってると思います。まあね、アーリンのアイドル界をね、盛り上げていきたいという、熱意を感じるイベントって感じですね。でね、まあ、アーリンのアイドル審美眼ってかなり確かなものがあると思うので、結構ね、にわか的には、まだ知らないアイドルとかもね、見る機会にもなってるかなと思うので、そういう意味でもね、すごくアイドル界全体が盛り上がっていくいい機会になってるんじゃないかなと思います。で、今ね、公式ページを、投影してるんだけれども、このね、1日目、自分が見に行った1日目は、AKB のゆきりんと、ハロプロのジュース、それからスタダの、ももクロの、アーリンということで、まあ、10年選手がね、3組揃うということで、ここもね、すごいまあ、レジェンド級の、ね、しかも事務所がバラバラの、グループが3つ揃うって、すごいね、珍しいイベントだと思いました。まあ、そういうのもあって、ちょっと見に行こうかなと思ったんだけれども、ちょっとまた面白いのが、2日目になってくると、2日目はね、バックの X-Ways と、あとね、キュルリンテしてみてとフルーツジッパー。でフルーツジッパーは遊びシステムだったかなということで結構ね、事務所がね、かなりバラバラで、それまた面白いなと思うんだけど、規模としてはね、2日目の方がどちらかというと、最近、出てきた、グループかなと思います。まあ、X-Ways は名前が変わってるだけで、エンパイアとしてね、まあ、初回から、ずっと出ていたと思うんだけど、そういう意味ではね、結構今ノリに乗ってきているグループが、まあ、2日目に揃っているっていう感じで、1日目2日目とね、またちょっと違う毛色で、それもまた面白いなと思ったんだけど、まあ、自分はね、1日目を、まあ、現場で見て、で、2日目は、配信で見てという感じで、楽しんできました。ということで今日はね、このイベントの、レポをしていこうと思います。はい。ということでね、開催された会場なんだけど、六本木 EX シアターということで、2000人ぐらいまで入るキャパということでね、演者がね、結構近くで見える、結構いい箱だなと、思いました。音響もすごい良かったし、そういう意味でもね、見る人にとっての環境という意味ではすごい良かったかなと思います。で、スタンディングと指定席が、あるといった感じで、自分がね、参加した、6月16日は、まあ、ジュースと、アーリン、ユキリンとの組み合わせということでね、結構ね、こういうイベントって、まあ、他だとね、指祭りとか、デカミ祭とかあると思うんだけど、まあ、こういうイベントってね、結構個人的に多幸感に溢れるというか、神イベが多いと思うので、まあ、そういう意味でもね、すごくまあ、期待値は高めで参加したという感じですね。でね、今年はライブハウスっていうのもあって、まあ、最近だと武道館とかでジュース見てたのもあって、まあ、すごい近くで見られるっていうのも、個人的にはすごくありがたかったです。はい。でね、結構、まあ、このイベントの特徴というか、楽しみなところとしては、アーリンとのね、出演者のコラボがあるとかないとかということで、まあ、それもちょっとね、見どころの一つでした。はい、じゃあ早速ね、行っていこうと思うんだけど、まずね、ジュースの感想から続いて、まあ、イベント全体の感想をざっと、言っていこうかなと思います。まあね、気になるところで言うと、セットリスト、あとはね、負傷者が2名いたところと、掛け合いとね、わちゃわちゃのところとね、あとは初見が結構びっくりしていた、井上玲さんの、パフォーマンスと、あとね、ジャンキンについてと、まあね、コラボについてという感じで、ね、ざっと順を追って、話していこうと思うんだけど、まずね、気になるセットリスト、こんな感じになってました。一つ目が、私が言う前に抱きしめなきゃね。で、2曲目、選ばれし私たち、チョイス&チャンス。それから一人で生きられそう。これってね、褒めているの。with アーリン。コラボ曲ですね。と、フィエスタ。ハバルテックハバグッダイ、ガールズビーアンビシャス2023、プライドブライト。と、続いていく感じです。結構ね、個人的に、このセットリストで意外だったのは、今回ね、アイドル系でバチバチ系っていうよりは、ほんわか系というかね、可愛い系の
イベントかなと思っていたので、結構ね、こうゴリゴリなこうロック系とか激しい曲で来たのはね、意外でしたね。やっぱりね、ワックとかこうハロプロでよくあることだと思うんですけど、アイドル系のイベントと、あとはね、こうロック系のこう激しい対バン系のイベントとね、それぞれ参加することがあって、でね、グループ自体も、ジュースジュースとかアンジュルムとかもそうだと思うんだけど、どっちの要素もね、持ってると思うので、どっちにもこう参加するケースっていうのがあって、で、今回のイベントって、アーリンが主催ということで、結構ね、アイドル系の、イベントなのかなということで、それに合わせてね、ポッピンラブとか、イニミニマニモみたいな、結構キュート系のね、キュートってなんかちょっと紛らわしいんだけど、可愛い系のアイドル曲中心でこうやるのもあり得るかなと思ってたんだけど、まさかのね、ハロプロ慣れしてないこうアイドルオタクにこう寄せずに、まさかのこうゴリゴリ系のセトリで来るっていうのが、個人的には結構ね、意外でしたね。やっぱりね、これってなんかこうツアーでやってる曲を中心にしたっていうことなのか、それからね、これからこう夏に行われる TIFF とかね、ロッキンがあると思うので、こういうフェス意識のセットリストにしたのか、それともね、こうアーリンがこう好きなジュースっていうのはこっちの方向性だろうということでこう合わせたのか、今のこうグループの強みを出したかったのか、これってどうなんだろうっていうのでね、ここら辺はこうセットリストを構成した人に、個人的にはすごい聞いてみたいと思いましたね。でもね、個人的には、すごいこう盛り上がっていて、やっぱりね、フィエスタからの、このね、フィエスタから、暴れてっかハバグッタイにこう続く流れが、ね、でそこからさらにこうガールズビーアンビシャスっていうね、こうとにかくこう盛り上がる系の曲を3曲続けてきたので、ここのね、流れがね、本当にめちゃくちゃ盛り上がって、なんか最高だなと思いましたね。やっぱりなんかテンスジュース、ジュースジュースにこう近い、セットリストながら、最近のね、セットリに入ってなかった、フィエスタフィエスタがこう入ってるっていう点も、個人的にはね、見どころだったと思います。でね、最後にちゃんとこう新曲のプライドブライトも来るということで、みんなこう、ファンキーフラッシンとどっちか来るだろうなっていう予測はしてたんだけど、来てね、やっぱりね、すごい上がりましたね。やっぱり曲もめちゃくちゃいいし、やっぱり現場というかね、会場をこう震わせる意味でも、フェスとかにもね、向いてる曲だなと、改めて思いました。はい。あと続いてね、今回、有沢いちかちゃんが、頸椎椎間板ヘルニアの治療でコルセットをつけているというところと、あとね、入江りさちゃんが、足首の捻挫ということで、サンフラワーにね、負傷者2名を抱えるということで、結構なかなかな、こう、満身創痍な状況だったんだけれども、両脇に2人がこう、着席するスタイルっていうことで、配置とか変わってかなり大変だったと思うんだけど、やっぱりそれをね、感じさせないパフォーマンスっていうのでね、さすがにね、そこはハロプロだなって思いましたね。なんならね、なんかこう、椅子に座りながらも、2人ともね、結構存在感を放っていて、なんか、安静にしてねってこう心配になるぐらいな感じでしたね。なんかこう、いちかちゃんなんかコルセットをしてたんだけど、なんかこう、片言な MC なのもあって、なんかこう、ちょっとロボット的なね、なんかマスコット的なこう存在にこうちょっと若干こう見えたりもして、個人的にはそこも、こう、面白いって言ったらいけないんだけど、なんかね、すごくこう、存在感を放っているなと、思いましたね。ここは無理せずこう回復して、またね、万全な状態でこう全員パフォーマンスできることを、祈ってるというところで、他にもね、ちょっとこう、調子悪い人とかがもしいたりしたら、無理せずね、ゆっくりこうパフォーマンスしてほしいなと思うんだけど、こういう中でも、こう、ね、やっぱりね、リーダーの、アーリーことね、上村あかりさんが、椅子が2つあったらなんか椅子使いそうなパフォーマンスに見えるもんね、みたいな、こう、いじりとかね、あとはこう、着席するこう、2人のトークもこう、ちゃんと明るかったりして、こうね、悲壮感がこう、出ないようにやってくれてたっていうのも、個人的にはね、こう、さすがだなって思いましたね。やっぱりこう、2人かけるってなると、なかなか、うわ、大丈夫みたいなさ、結構心配する、当然こう、見てる人とか心配すると思うので、そういうこう目線で見ちゃう人とかも出てくると思うんだけど、なるべくね、そういうのをこう感じさせないというふうにこう努めてくれてたのかなと思いました。あとなんかね、いちかちゃんがね、小声でね、お願いします。お願いマンモスみたいなこと言ってて、誰も突っ込んでなかったんだけど、なんか、ちょっとね、そういうこう、ナチュラルにおかしいところとかもあって、個人的にはそこも、面白かったですね。と、ダンバルルルさんが、いちかちゃんが動きすぎないよう見張っててくださいみたいな MC もあったんだけど、ここもね、個人的にちょっと面白いなと思いました。あとはね、なんか個人的にこう毎回恒例になりつつあるんだけど、盛り上がるね、ガールズビーアンビシャスとか、あとね、暴れてっけハバグッタイみたいなこう、
言ったらお祭り曲だと思うんだけど、そのお祭り曲の時に、なんかね、エヴァタンが暴れすぎやねんみたいなツッコミをしていたりとか、あとね、ガールズビーアンビシャスっていつもね、タコちゃんがこうタコの下りを行った後に、あれ聞いてないっていうところがあるんだけど、今回なんか、あれ聞いてないみたいなこう言い方をしてて、なんかそこもね、個人的にこう、間も相まってすごい面白いなと思いましたね。あとはこう、さくらちとこう、いちかちゃんがこう、座ってるいちかちゃんに、こう、さくらちがちょっかい出してたりとか、なんかそういうね、こう、わちゃわちゃを楽しんでる様子っていうのが、すごく伝わってきて、まあね、こういうところもなんかこう、最近のこう、ジュースジュース、もともとそうだと思うんだけど、マジックオブラブの時とかね、そういうこう、なんだろうな、関係性っていうのが、深まってることによって、すごくこう、面白くなってるなって、個人的には思ってて、なんかそこもね、毎回楽しみにライブは見てますね。はい、続いてなんだけど、レイレイこと井上レイさんの、パフォーマンス、個人的にね、今回めちゃくちゃこう、まあ、今回もというか、めちゃくちゃ目を引いたんだけど、特にね、チョイサンドチャンスでのボイスパーカッションからの決め顔もそうなんだけど、どのシーンでもね、もういつ抜かれても、圧倒的な存在感をこう放っていて、やっぱりなんかナイスガールトレーニーから、拳ファクトリーとこうキャリアを経ている中で、ここに来てね、さらにこうギアがこう一段階上がってるんじゃないかなっていう、感じたこうパフォーマンスを見せてくれてましたね。やっぱりね、そこもなんかね、やっぱり新規の方もそこ刺さってたところがあるみたいで、ジュース、ボイパーとかで調べると、結構感想が出てくるんだけど、なんかね、ダンスの時のこう関節の動きが大きくて、まあ、低音のがなりから、ここまで突き抜けていて、なんとなくこう、エビ中の真山さんに似ていて、ボイパーまでできる方すごかったとかね。であとは、なんか歌唱力とダンス、すごいとかね、ボイパーやってた人のこう歌声含めて好きになったとか、顔が小さいというレベルじゃなくて顔が小さくてびっくりしたとか、なんかね、そういうこう新規の方の結構感動というかびっくりツイートみたいのが出てきていて、ここもね、すごいなと思いましたね。やっぱりね、なんかこうライブハウスにこうすっごい反響するこうボイパーの迫力っていうのも、やっぱりね、配信もやっぱりすごかったけど、っていうのもすごく、現場ですごく感じたし、あとはね、やっぱりビジュアルと、こう歌声と表情とね、それと気迫っていうのかな、なんかスキルを超える気迫みたいなものを、感じさせられて、なんかね、すごいこう、パフォーマンスだったなと思いました。やっぱりね、ここら辺フェスでもね、こうぜひ、上がってみなとかね、ちょいちゃんはね、ぜひやってほしいなと思いましたね。やっぱりね、すごい、個人的にはそこに感動したというところでした。あとは個人的にね、やっぱりタコちゃんが、まあ、いつも通りこう、ダンスはすごいパワフルだったんだけど、いつも以上にこう安定した歌唱を見せていて、なんかね、こう、やっぱりこう、今回のこう、ジュースのツアーを通じて、成長してきてるんだろうな、というのをね、すごく感じましたね。いつも以上というか、これまででね、一番ぐらいに、歌唱っていう意味では安定してたかなって、個人的には思いました。これからも期待ですね。あとはね、ちょっと感想で触れるべきか若干こう迷うところだったんだけど、ジャンプについてね、結構ここ数年こうハロプロ主催のライブだと、ジャンプってこう禁止されていて、これってなんかね、こう一部の、まあ、度を超えたオタクが、マサイって言われる、飛びまくる行為がこう原因で、結構禁止になっちゃっていて、それによってね、なんかこうビヨーンズのこう熱いとかいう楽曲だと、ジャンプジャンプジャンプみたいな、掛け声とかがあるにもかかわらず、まあ、あんまり飛べないみたいなこととかになっちゃってるんだけど、今回ね、公式でこうジャンプ禁止のこのアナウンスはなかったっていうことで、曲中でね、自然にこうジャンプするような曲とかの時は、8割方の人がこう飛んでて、すごい盛り上がっていたので、そういう意味ではね、あんまりこう不満を持つ人っていうのはそこはなかったんじゃないかと思うんだけど、本当にね、一部のやばいやつが、1メートルぐらいね、跳ねる、とんでもない、本当にリアルマサイ族みたいなジャンプを延々し続けるっていうね、やばいやつがいて、本当にね、数名なんだけど、そいつらがね、めちゃくちゃ目立っちゃってて、本当にね、他の人めっちゃまともだったんで、その分目立つみたいなことだと思うんだけど、このね、本当にやりすぎマサイはマジでやめてくれって思いましたね。本当に近くにいたら、本当自分が注意しちゃうよぐらいな感じだったんだけど、これでちょっと思うところっていうのは、なんかね、こう、そういう人がいたとして、このグループのオタク子全員がさ、こう、そういう感じだとこう思ってほしくはないよなっていうのは、すごく、思っちゃいましたね。なんかこう、Twitter とかこう SNS って、
すごい最近の特徴なんだけど、ネガ系のツイートの方が、引用リツイートとか、防ぎやすいっていうのがあって、ツイッターとかってエンゲージメント率っていうのがあって、そういうのが引用とかね、いいねがされちゃうと、おすすめ出やすくなるっていうのがあるから、どうしてもね、T シャツピチピチ男とかもそうなんだけど、なんかね、そういうスシロー事件みたいなのもそうだけど、そういうね、炎上系とかネガ系のツイートって、めっちゃね、エゴサとかに引っかかりやすくなっちゃってて、そういうのがね、結構若干ね、残念だなというか、そういうのがおすすめ流れやすいと、タイムラインがそういうのがメインになっちゃって、エコーチェンバー現象とかが起きて、なんかそういう人ばっかなんじゃ世の中みたいな、思っちゃう傾向にあるのかなっていうのがあって、これね、結構個人的にはすごく残念なところで、だから自分もなるべくね、ネガ系は言わないようにしてるんだけど、やっぱりね、そういう風に見えちゃう面がどうしてもあったのかなと思うので、本当にね、自覚してないと思うんだけど、マジで、やばいマサイは、本当にやめてほしいなって、改めて思いましたね。イベント全体としては、本当にファン層すごい良くて、それぞれのファンがね、それぞれのグループ、事務所に敬意を持って見てるっていう感じがして、往年の人とかもすごいいっぱいいたと思うので、すごくね、雰囲気としてすごくいいライブだったと思いますね。はい。っていうのが自分的な感想です。あとはね、ここも必ず触れておきたいんだけど、一人で生きられそうって、それってね、褒めているのっていうのをね、超長い曲名なんだけど、そのね、人それを、アーリンがコラボしたということで、今回ね、注目すべきは、そのアーリンの衣装が、ももクロのね、赤担当、かなこちゃんから借りたっていうね、赤い衣装で、ジュースジュースと合わせてきたということで、もうね、ほんとジュースジュースのメンバーみたいな感じで溶け込んでたんだけど、赤衣装もめちゃくちゃ似合ってましたね。でね、MC の中で、今日ね、ミップル、来ること期待してた人いますかみたいなね。実は、来ないんだけど、みたいな、ダンバルルルちゃんの、ちょっとね、ネタみたいなトークが、あって、で、その後にね、アーリーが登場したんだけど、ピュアレット担当の、佐々木愛香です、みたいなこと言ってて、これがね、個人的にめちゃくちゃツボでしたね。これトーク面白いんだよね。うん、すごい、やっぱり、アーリーもユキリンも、本当にトークがね、晴れ渡ってるというか、ちゃんと自虐もできるし、客の心もつかめるし、でね、ヤフゾーも言ってたんだけど、ヤフゾー、松永りあいちゃんも言ったんだけど、パフォーマンスになるときにね、急に目がキリッと切り替わるっていうのもね、なんか普段とのギャップもあって、やっぱプロだなっていうところもあって、そこもね、やっぱりさすがとは感じたんだけど、こういうね、スパイの格好とか、他のイベントとかでしてる時とかもあったけど、かっこいい系の曲の時はね、やはりかっこいいで、締めてくるっていうのが、道重さんとかもそうだと思うんだけど、なんかね、すごいレジェンド級のアイドルの、すごいところだなって、個人的には、思いましたね。パフォーマンスをすごい一人で生きられそうって、そうやってね、褒めているのも、難しい曲だと思うんだけど、すごいね、ちゃんと少ない練習時間だったと思うんだけど、ダンスとかもね、ちゃんと合わせてきてて、ここら辺もね、本当にすごいなって、個人的には思いました。じゃあね、ジュースジュースの感想はここまでにして、続いてイベント全体の感想なんだけど、やっぱりね、ゆきりん、今回出ていて、ここのね、一番おもろかったところで言うと、ゆきりんのことをね、アーリンが大先輩と、しきりにMC でいじってたんだけど、このね、MC で大先輩を強調するアーリンに対して、いじってるだろうというね、反応するゆきりんのトークが、マジで面白かったなと思いましたね。なんかね、やっぱり女性アイドルって、入れ替わりがね、めちゃくちゃ激しい、競争もすごい激しいし、やっぱり一般的には寿命がすごい短い職業だと思うんだけど、そんな中でね、今回、10年以上ね、アイドルを続けてきたメンバーがね、その、ジュースジュースももちろんだし、それからね、AKB48 もそうだし、桃色クローバー Z も、本当にね、アイドルという枠組みの中だと、本当レジェンド級のグループだと思うんだけど、その中でのね、お互いの大先輩いじりっていうのは、個人的に面白いなと思ったし、あとはね、なんかね、そんな掛け合いの中で、もうね、今日で大先輩っていうのはやめてくれってゆきりんが言うんだけど、それでね、今日からね、友達になろう、もう頼むから、やめないで、私も頑張るからっていうのがね、なんか発言があったんだけど、このね、発言がね、個人的にめちゃくちゃエモいなと
思いましたね。はい。でね、なんかそのゆきりんの、感想なんだけど、結構ね、面白かったのが、トークがね、やっぱりこう、AKB ってこう、やっぱテレビとかすごい出てたっていうのもあるんだけど、そんな中でもね、やっぱりトークがかなりこう安定していて、あの、水飲んでる時とかもね、水飲んでる時にこうファンがお水おいしいってこう言った時に、いやなんか、この文化どこでもあるの？ももクロあるみたいな。ももクロファンあるみたいな聞いて、で、ファンの人が、ないって言ってね、じゃあジュースはって聞いて、いや、ないみたいな。じゃあ私のファン黙っててよ、恥ずかしいからみたいな。こう客いじりみたいのがあったりして、もう一気にね、こう MC で、こう、みんなの心をつかむみたいなところがあって、そこがね、こう、面白いなと思ったのと、あとやっぱりパフォーマンスなんだけど、AKB ってね、自分のイメージだと結構こう、口パクじゃんみたいな、こう、イメージなんかもあったりしたんだけど、ちゃんとね、今回も、ゆきりんは歌っていて、で、しかもね、歌もね、かなりこう、安定していて、さすがにね、こう、これだけこう、生き残って、で第一線級で活躍し続けるだけのことあるなと思いましたね。この日の次の日とかにもなんかテレビ出てたりして、やっぱすごいなって、個人的にはすごく思いました。でね、あとはね、こう、セットリストなんだけど、そうそう、出囃子がね、AKB の本店のこう曲、なんていうの、AKB みたいなのがあるんだけど、それでね、出てくるんだけど、この出囃子もね、結構こう熱いなと思っていて、オタクもね、結構こう湧いてましたね。なんかこう、やっぱ、昔からのアイドルオタクみたいな人。自分はね、アイドルオタクみたいなのって、実はこう、そんなにやってなかったりして、他の現場とかもこう、行くような、ライト系なんだけど、往年の人もいっぱいいたので、往年のオタクとかはね、めっちゃね、上がってるこうのがビリビリ伝わってきましたね。でね、結構この出囃子もすごく良くて、なんかアーリンがね、ももクロの出囃子決めるときに、参考にしたみたいなこう裏話とかもあったりして、そういう話もすごい貴重だなって思いましたね。あとはね、このゆきりんの衣装なんだけど、なんかね、ちょっとこう、絶妙なね、短さのこうスカートと、やりすぎてないっていうのかな。なんか上品なくらいのこうスカートの丈の短さとブーツと組み合わせていて、で、なんかお腹出ししてるっていうので、なんかね、もうすべてがこう、絶妙で、なんかね、そこら辺もすごいなって、こう、もう結構すごい可愛い、いい衣装だなって思いましたね。やっぱりね、なんか最近、こう、なんだろう、バック絡みでね、結構ソロ曲、結構かっこいい曲出してると思うんだけど、なんかね、そういう曲じゃなくて、セットリストはね、主にこう、AKB の初期曲、もう誰でも知ってるようなね、初期曲中心にこう構成していて、それもね、なかなかね、すごい面白いなと思いましたね。自分はね、あんまり詳しくないんだけど、そういう詳しくない自分でももう知ってる曲やってくれてて、そういうこうキラーチューンというか、みんな知ってる曲持ってるっていうこう強さみたいなのも改めて感じましたね。でね、コラボ曲のこう大声ダイヤモンド、これもね、なんかめちゃくちゃ、改めて結構いい曲だなって思ったし、やっぱりね、最後、ジュースも含めて、3組で、ももクロのね、名曲、こう走れ、これやったんだけど、これもね、なんかこのイベントの大演談として、なんかすっごいね、こう、エモみも感じたし、迫力もすごかったし、なんかね、感動しましたね。はい。ということで、ちょっとね、ジュース以外のところはこう若干短めにまとめたんだけど、モノノフの方とかね、AKB のファンの方とかも、それぞれのグループについてまとめてたりするのかなと思うので、ちょっと自分はね、ハローター目線で、感想ということで言っていきました。ベリーズ工房には、こう、普通アイドル10年やってらんないでしょみたいな曲あると思うんだけど、今回のね、1日目、あやカーニバル2023の1日目は、AKB ジュース、これから桃色クローバー Z ということでね、10年選手が、揃うということで、アイドル界を盛り上げたい、こう、アーリンの熱い思いみたいのを、こうひしひしと感じましたね。なんかこう自分もね、結構こう普段は、なんだろう、可愛い系のアイドルって、あんまりね、積極的にこう見に行くことってないんだけど、アーリンのね、パフォーマンス見てるとね、本当になんか脳みそがこう、だんだん溶けてくるっていう感じで、すごくね、なんだろう、面白かったなと思いました。改めて。なんかこう、人をみんなをこう楽しませたりとか、あとね、なんかこう、オタクが、掛け声とかをすごいするんだけど、そういう掛け声がね、前提でこう成り立つ曲みたいな感じで、本当にね、コロナ明けてよかっただろうなっていうのは、改めて思いましたね。こう客も含めて、パフォーマンスを作り上げていくって、
こういうことなのかなって改めて思いましたね。でね、あと現場の空気感もちろん楽しかったんだけど、帰宅した後にね、改めてニコ生で、コメント見ながらライブ見てみたんだけど、コメント見ながらっていうのも面白いなと思いました。やっぱり対バン形式なので、それぞれのグループを知らない人がね、意外といいじゃんとかね、ゆきりんってこんな歌えるんだとか、アーリン面白いなとかね、トークでの反応とかツッコミとかね、ライブ会場だとツッコミはね、そんなにね、ビシバシできるわけじゃないので、そういう意味でもね、すごい感想を見たりするっていうのも、面白いなと思いましたね。で、2日目もね、またね、キュルリンテしてみてとか、島村うたちゃんとかがいる、グループだったり、あとワックのね、元エンパイアの X-Ways とかいうね、かっこいいグループがあるんだけど、とか、本当にね、あとフルーツジッパー最近自分が結構注目してるグループなんだけど、曲がね、めっちゃ、意外とね、すごい可愛い曲なんだけど、低音とかもがっつり聴いてて、トラックのクオリティすごい高い。で、かつ、メンバーのビジュアルもかなり整っていて、服が効いてるっていうので、すごいね、いいグループ。で、しかも新しい学校のリーダーズがいる、今の例に乗ってるね、遊びシステムの、グループということで、今後、さらにね、それこそ今後、10年選手になっていく可能性があるようなグループだと思うんだけど、そういうね、見どころたくさんのグループをね、集める、アーリンのパワーっていうのもすごいなと思いましたね。指祭りに次ぐ、すごいこういうアイドル界を盛り上げるイベントということで、これからもね、来年、再来年と長く続けてほしいなと、個人的には思いました。ということで、今回は、参加してきたあやカーニバルの感想ということで、まあね、個人的にはすごく楽しめました。なんかサイリウム振りながら、ね、なんかあれゆきりんのサイリウムって何色なんだろうとかね。で、周りのオタク見て、あ、青色なんだと思って青色つけてたら、ゆきりん自体が、なんかMC の時に、何色でもいいよみたいなことを言ってたりして、それもなんかね、個人的にあ、そうなんだとか、ちょっと互いの文化とかも知れたりして、なんか異文化交流的な楽しさがありましたね。はい。ということで、他でも見に行った方の感想とかも気になるので、そういった方ぜひね、コメント欄いただければなと思います。あとはね、見てない方がいれば、ぜひね、来年とかね、またやる可能性があるので、その時ぜひ見ていただきたいなと思うし、あとね、スタダのアイドル、自分は最近結構他にアメフラッシュとかね、見てたりするんだけど、結構ね、イベント、面白くて、いろいろ事務所主催のイベントとかもね、よくやってて、あやかネーションみたいなやつとかね、なんか、いろいろやってるみたいなので、自分もね、最近ちょっと知り始めたんだけど、なんかね、すごく、アイドル界の中でも若干試みとしては面白いことをやってたりする事務所なので、そこら辺もね、注目して、ぜひね、興味持って追っていただけるといいのかなと思います。もちろんね、自分が応援してるジュースジュースは、これからも応援していくので、もしまだ知らない人はね、最近 MV も出してるので、ぜひ見ていただいて。であと CD もね、もうすぐ発売されるということで、自分はもうもちろん予約したんだけど、まだ予約してない人はね、ぜひ予約して、盛り上げていければなと思いますので、はい、これからもね、ちょっと動画とかも上げていくので、ぜひ見ていただければと思います。チャンネル登録、高評価の方もお願いします。じゃあ今日はこんなところで、アウトでした。バイバーイ。バイバーイ。